どうだ、跳躍には慣れそうか。めまいやえずきは正常な反応だ。すぐに慣れるだろう。それは列車と相性が合うということだ。いい兆候だな。列車の資料庫に目を通したが、ヤリーロ6の環境は過去の数世紀で大きく変化したようだ。もともとは氷に覆われた惑星ではなかったようだが。ベルトさんはそう考えているのか。ああ、世紀が遭遇した空間阻害を考えるとその可能性は高い。暫定的な測定を行ったところ、星の表面のとある場所だけが相対的に正常な温度に近かった。だが正常とは言っても人間が何とか生きていける程度の温度だ。もし俺が事前に開拓の旅の調査地点を選ぶとしたら、間違いなくあの比較的温暖な場所を選ぶ。だろうな。お前が加わる前、姫子さんは美月がどこかに行くときは必ずベルトさんと俺を同行させていた。お前が加わった今、その役目から解放されるのは俺じゃない。したがって今回の開拓の旅の目的はヤリーロ6にある性格を見つけ出し、正気に対する妨げを取り除く。そうだな。分かった。お前は先に美月を探しに行け。準備ができたらお前たちと合流する。どう？炭鉱と話してきた？ありゃ、炭鉱はいつもクールに振る舞っているからあまり気にしないでね。緊張しないで。うちと炭鉱は開拓のベテランなんだよ。うちらと一緒にいれば必ずお肉が食べられる。あの星で肉を見つけられることが前提だけどね。じゃあ出発の準備はいい？この星を見るとつい思っちゃうんだ。この世界を満たす氷はうちと関係があるのかなって。まあ考え始めるとキリがないんだけど、でもうちを封じていたのは六層氷と呼ばれる珍しい物質で、普通の惑星にあるわけないよね。正直ここが故郷じゃないことを祈ってるの。だって見るからに寒そうだもん。美少女は対等性が高いわけじゃないんだよ。どうした？俺の顔に何かついてるのか？今回どんな面白いことに3人で遭遇するのか想像してたの。この世界には災いが多く存在する。正確に遭遇して今はお前に心配されるとは。ヤリーロ6開拓招待、これより出発。着いたか、ヤリーロ6。全部雪だね。わずかだが俺たちには開拓の力がある。だから過酷な環境にも適応できるんだ。どこを見ても白一色なんだけど、どっちに向かえばいいの？座標によると目的地はすぐそこだ。よし、じゃあこんなところで立ち止まってないで早く行こ大気庵競技場に穴を開けたこと、自分の口で言うか、それとも俺が？その話はやめよう。とにかく生き物がいない場所に着陸できたんだから問題ないって。半月間ボランティア活動の開拓の道を体験したくないならな。だから言わないでってば。
俺たちはこの世界について何も知らない。一歩一歩慎重に進もう。大丈夫だよ。うちら3人で解決できないことなんてないって。あんたは性格を持ってて、うちには唯一無二の6層標がある。それから炭鉱はなんかよくわかんない不思議な過去を持ってる。うちらを相手にする人の方がかわいそうだよ。それは保証できないかな。行こう。勇気を持って未知なる世界へと踏み出す。これぞ開拓の精神。ここはまだ侵食を受けていないが、裂塊が生み出したモンスターが逃げ出している。性格はこの世界にとてつもない影響を与えたんだろう。たどり着いてみせる。あそこ見た？なんか動いた気がする。ただの雪の吹きだまりだろう。見間違いじゃないのか。違うって。うちの視力をなめないで。近づいて確認してみよう。おーい、隠れてないで出てきたら。そのままだと寒くて凍え死んじゃうよ。我慢したってしょうがないのに。どいてろ、美月。耳を塞ぐ者への一番の対処法は、目の覚める一撃を与えてやることだ。ちょっとお兄さん、雪に隠れていたからっていくらなんでも槍で刺すなんてひどくありません？でも皆さんが悪いわけではありません。僕が出てこなかったのが悪いのです。刺されて当然。むしろこうやって知り合えたのですから興奮かも。で、ジェパード様はどちらに？結構懇意にさせてもらってるんですが。誰？それ。おや、あなた方は青鎧じゃないのですか？それならそうと早く言ってくださいよ。同士討ちになるところだったじゃないですか。僕は散歩公介と申します。お会いできて光栄です。いいお名前だ。しかと胸に刻んでおきます。それにしてもこんな雪の中で生きた人間に出会うとは。近頃は商売も厳しいですが、僕は横取りしたりしませんのでご安心ください。財宝はたくさんありますから、みんなで儲けましょう。僕も仲間に入れてくれませんか？確かな情報を持ってますよ。シルバーメインの主戦力が前線に派遣された今こそ絶好のチャンス。ひどい。僕を信用していないのは分かりますが、ここまでとぼけられるとは。分かりますよ。同じ商売をしている者同士、警戒されるのも無理はない。親切にしてしまった僕が悪い。
こうして出会ったのも何かの縁。知りたいことがあれば何なりとお聞きください。僕の知る限りのことをお答えします。でも手短にね、シルバーメインに気づかれてしまいますから。難しい言い方をされますね。要するに人が集まっているところでしょうか。外を歩いても見つかりませんよ。この世界で人類が住まう場所は我々の敬愛するベロブルグのみです。孫悟の都、英吉の城、人類が寒波に抗う最後の砦。仰々しく聞こえるかもしれませんが、全て事実です。人類はこの鉄壁の中でしか生きていけませんから。僕ですか？あなた方に驚いたからですよ。この辺りで古代遺物を手に入れて一儲けしようとしていたんですが、あなた方が騒がしかったのでシルバーメインが来たのかと思ったんです。お願いですから次からはお静かに。あなた方と出会ってもシルバーメインは雪に隠れたりしません。牢屋に入れられますよ。本当に？シルバーメインはベロブルグの軍隊、執行者、警察、融通が利かない連中で僕たちのような商人の敵です。本当に新参者でしたか。これほどの初々しさ、見捨てては胸も痛むというもの。こうしましょう。僕は一応あなたたちの先輩ですから、タダで指導して差し上げます。この仕事には守るべきルールがたくさんある。潜入にも商品を探すにも値段を見積もるにもシルバーメインから逃れるにも、その全てに技術が必要ですからね。そこまでは必要ないよ。それよりうちらを町まで案内してくれないかな。道がよくわからなくって。町？まさかこれで帰るおつもりで？まだ今日の営業を始めていないお嬢さん、道案内は結構ですが。ですが、僕は心優しい散歩と呼ばれるくらい人助けが大好きなんです。さあ我が友よ、僕についてきてください。もちろんシルバーメインに見つからないよう声は抑えめでね。ところで、なんでシルバーメインを避けてるの？それは古代遺物をいくつか頂戴しただけで大したことはしていません。攻めるならあの頭の固い執行者たちを攻めてくださいね。ところで皆さんはどちらのご出身ですか？よからぬ意図はありません。新たな友に興味があるだけで。嫌なら言わなくても結構。7つ目のルールは足跡を残さないこと。僕だけの隠し技なんですけど、雪に痕跡を残さず追っ手を振り切ることが。これは？おっと、先ほど話したシルバーメインのことを覚えていますか？こちらの方々がそうです。手を貸してください、友よ。捕まるのはごめんです。容疑者とその仲間を発見。すぐに逮捕しろ。青髪の主犯は？申し訳ありません、長官。見失いました。足跡も見つからず。構わない。
仲間を捕らえた以上、主犯もそう遠くへは行っていないはずだ。必ず行動を起こすだろう。あんな奴と仲間なもんか。かばってるわけじゃないよ。本当に仲間じゃないんだもん。躊躇なくうちらを見捨てたのあんたも見てたでしょ。せっかく手を貸してあげたのにうちらを利用するなんて、信じたうちがバカだった。私は自衛官だ。仲裁人ではない。ベロブルグの市民として君たちには自らを弁護する権利がある。だがそれも剣争者たちの目前で行うこと。今ではない。連行しろ。でもうちらはベロブルグの市民じゃない。黙れ、そんなデタラメは。いや、そう軽率に判断するな。この者たちの装いは確かにベロブルグのものとは異なる。そうそう、写真もあるよ。まだ自分たちの星の姿も知らないでしょ。うちらが撮った槍色6を見せてあげるよ。この白い球体が、ここ俺たちが住む場所なのか。なんという。はるか昔はよく天外より来訪する者がいたと聞く。しかし寒波が発生して以来、吹雪を越えてベロブルグを訪れる者はいなくなった。しかしこの者たちは。これはもはや我々が判断できることではない。彼らの言葉が真実ならば、どうするか決められるのは大守護者様のみ。この者たちを大守護者様のところへ導くのが私たちの使命だ。よそ者よ、ついてくるがいい。ベロブルグはこの吹雪の先にある。ようこそ孫悟の都ベロブルグへ。寒くなくなってきたね。君たちが今立っている地はベロブルグ。人類が寒波に抗うための最後の砦だからな。最後の砦？700年前、天外より現れたモンスターが星を燃やした。その頃の大地は焦土と化し、至る所に溶岩と煙が満ちていたという。そんな存亡の木に瀕した時、突如として寒波が訪れた。連綿と続く吹雪が侵略者の軍団を滅ぼし、残るはベロブルグのみ。堅強な剣争者たちがこの町を築いた。孫悟のクリフォト様のご加護のもと、ベロブルグは風雪に侵されてもなお永遠に暖かいままである。変な話し方。もともとが彼自身の言葉ではなく、何かの書籍から引用したものなんだろう。そっか。じゃあなんでうちらにこんなこと話すんだろう。君に聞かれたからだ。街の外で変わった生き物を見た。あれは侵食された空間、裂界から現れたものだな。知っているのか？そうだ。寒波以外にも多くの脅威がある。君たちが見たモンスターもその一つだ。シルバーメインはずっとあれらと戦ってきたが、
状況はあまり芳しくない。大守護者様への謁見が終わったら君たちの意見を聞かせてほしい。情報が足りないんだ。着いたぞ。ここがクリフォト城、ベロブルグの心臓であり剣奏者の本部だ。クリフォトは孫悟の象徴。剣奏者たちはあの方の呼びかけに応じベロブルグを築き上げ、天才と寒波から文明の灯火を守ったのだ。尊崇の念を示すため我々はこの城にアイオーンの名を名付けた。クリフォトの庇護を受ける剣奏者たちもこれまでの長きにわたってこの都市を率い、外部からのあらゆる災いと戦っている。この城は大守護者様の住居だ。大守護者？剣奏者たちによってベロブルグのリーダーに推薦された方のことだ。彼女たちは代々この都市を守り民を庇護してきた。現代の守護者はカカリアランド様。都市で敷かれている重要な政策は全て彼女が決めたものだ。おお、つまりお偉いさんってことね。これからカカリア様に謁見する。伝えたいことは先に準備しておいた方がいい。お忙しいお方だ。要件だけ簡潔に述べるようにな。もう会うの？先にどっかで身だしなみを整えた方がいいんじゃない？そうかしこまらなくていい。大守護者様は細々とした礼儀作法を気になさるお方ではない。まして君たちはよそ者だ。ベロブルグの作法を知らずともおかしくはないだろう。先に使者を送っている。カカリア様はすでに君たちの来訪をご存知のはずだ。早く行くとしよう。しかしこのような犠牲には何の意味もありません。不適切な。下がってよいブローニャ。来客だ。お母様。大守護者様、3名のよそ者を連れてまいりました。使者から話は聞いている。よくやってくれたジェパード。貴様も下がってよい。ようこそ。寒波の向こう。いいえ、天外より訪れし客人と言うべきかしら。私はカカリアランド、ベロブルグの守護者たる者。この場で皆々の来意を尋ねよう。疑ってほしいのかしら。自分から言い出したことなのに自信がないのね。そうね、疑ってないわ。あなた方がこの世界のものではないと知っているから。剣奏者は歴史を覚えてこそ己の初心を忘れずにいられる。はるか昔、寒波が訪れレギオンが侵入する前、この世界は輝かしい繁栄を遂げていた。アイオーンはこの星を他の世界とつなぎ、我々は果てなき銀河に存在するあまたの可能性を知った。そして琥珀の王クリフォトが、アイオーンが見守る中で、我々は壁を築き始めた。だから驚くことはない。700年もの間、剣奏者は星空からのメッセージを受け取っていないとはいえ、あなた方の存在は知っている。さあ、その目的を言ってごらんなさい。俺たちがここに来たのは性格というものを探すためです。性格？突如として各世界に落ちた物質、その出現は厄災を意味する。
これまでの旅で正確に侵された星を数多く見てきました。先ほどあなたは反物質レギオンの侵入について触れていました。つまり奴らがこの星に来て間もなく寒波が訪れた。そして寒波と同時に裂解という空間侵食現象が発生したということですね。そうだ。性格が埋め込まれた世界には裂解が現れる。そして性格はそれぞれの星に適応した異なる災いを生み出すの。うちらをね、銀河を旅して性格の恐怖から世界を救う熱心な旅人だって思っていいから。現状をよく分析したものだ。そう、確かに我々は様々な災いと戦ってきた。そしてその中の多くは今も我々を脅かしている。だが、それとあなた方と一体何の関係があるのかしら？たとえ本当に性格というものが存在し、災いを引き起こしたのだとしても、あなた方とは無関係。自分と関係のない星を救うために骨を折り、何の見返りもいらないなどという話を信じるほど、私は甘くないわ。おっしゃる通り、俺たちがこうして協力を求めているのは、両者の利益が一致しているからです。性格を封印しなければ、俺たちもこの星を離れることができません。そう、うちらはすごいよ。あなた方には、その性格を封印する手立てがあると？俺たちなりの方法があります。わかりました。信じましょう。今の状況が本当に性格と関係があるならば、あなた方はベロブルグが700年間待ち続けた希望の星。可能な限りの援助を行い、性格の探索に協力しよう。さあ、今日はもう遅い。あなた方も疲れているはずだ。町で一番のホテルを手配するからゆっくり休むといい。明日の正午、再び使者を送り、あなた方を招待する。この件について改めて話し合おう。こちらこそ天外の客人よ。私も性格と関わりがありそうな記録を調べるのに時間がかかりそうだ。ここで失礼する。もちろん分かってるわ。焦ることはない。方法ならあるから。大守護者様に気に入られたようだな。僕も君たちの行動を制限しなくていいとの命を受けた。なんたってお城の主だからね。リーダーとしての自覚がすごい。ああ、かっこよかったな。それじゃあ僕は公務があるから駐屯所に戻るよ。ベロブルグを楽しんでくれ。ちょっと待って、おすすめの観光地とか教えてもらえないかな。時間もまだ早いし、もう少し見て回りたいの。観光なら黄金シアターか歴史博物館がおすすめだ。けど博物館は身分証明書が必要だから、先に常冬の日を見に行った方がいいな。ベロブルグで最も意義のあるランドマークだ。音楽に興味があるならからくり工房パーペチュアルに行くといい。あそこではたまに野外公演が開かれる。演出者はいや、自分の目で確かめた方が早いか。それとゲーテホテルへ行くのなら、その隣でシルバーメインが見張りをしている路地を見かけると思うが、あまり近寄らないように。そこは最近裂解の影響で
封鎖されたばかりなんだ。町の内部にまで侵食が及んでいるのか。厳しい状況だな。ああ、僕たちは今もそれと戦っているんだ。では君たちの幸運を祈るよ。見て、あの表像の形変わってるね。この町と妙に調和してるって感じ。どんな素材かはわからないが、氷でないのは確かだな。それもそっか。この町って結構あったかいもんね。あれ、あそこに子供がたくさんいる。ちょっと行ってみない？からくり工房パーペチュアル到着。あれ、ジェパードはここで公園があるって言ってなかった？彼はたまにと言っていた。肝心なところを聞き逃してどうする。見たかったのに。ところでさ、あれ見て。さっきから突っ込みたかったんだけど、この町って変じゃない？なんで加熱器が家の外にあるんだろう。普通暖房器具って屋内にあるものじゃないの？確かにね。ちょっと資源の無駄な気もするけど。あ、もしかして剣奏者たちこの加熱器で寒波に対抗してたりして。性格がもたらした災害はこんなちっぽけな加熱器で防げるものではない。壊れた加熱器相手に結構喋るじゃん。うわ、かっこいいお姉さんだ。どうも、私はセーバル。このからくり工房のオーナーだ。壊れた設備があったら私のところにおいで。修理する気分になるかどうかは保証できないけど。いやいや、ちょっとこの加熱器に興味が湧いただけで。加熱器に興味？普通の治水暖房じゃん。行政区のどこに行っても見られるでしょ。初めて？わかった。口の軽いシルバーメインから聞いたカカリアが数名のよそ者に会ったって話。あんたたちのことだったのか。これは珍しいお客さんだ。さあさあ、加熱器のことでも何でもお姉さんが全部教えてやるよ。あんたたちが見たのはベロブルグで最も一般的な治水暖房だ。見た目は素朴だけど人々の命を保証してくれてる。外の猛吹雪に耐えられる暖房器具がなきゃベロブルグはとっくに死の町になってるだろうね。ここ特産の鉱物エネルギーだよ。町全体の暖房から個人が使う計算機まで全部治水がエネルギーを供給してるんだ。治水はこの星の地下にあって、下層部にいる専門の採掘チームが採掘し、輸送ルートを通して地上に送られてくる。それに対して上層部も同じルートを通して地上にしかない物資を送ってるの。知らなかった？ベロブルグは2つの円盤をつなぎ合わせたような構造をしてて、上層部は政務と貿易を、下層部はエネルギーの供給と資源採掘を担ってるんだよ。でも数年前に命令が出てからは上層部と下層部の人の行き来もなくなったんだけど、とっくこんなこと言ってどうすんだか。独り言だと思ってくれていいから。火を使って料理を作るのと同じ理屈さ。家が鍋だとすれば加熱器は鍋の下にあるかまどの火ってこと。なんかどこから突っ込めばいいのかわからなくなってきた。
気にすんなって。初めてベロブルグに来たんだろ。この町の人情味を味わってくれたら私も嬉しいからさ。ところで、あんたたち暇そうだね。機器の修理を手伝ってくれない？手工芸だと思えば面白いよ。よーし、じゃあお姉さんがお手本を見せてやる。そういうことだったのか。いいね。手先が器用で察しもいい。私の助手にならない？報酬の保証はできないけど、他の福利厚生なら安心していいから。はあ？流されやすいにも程があるでしょう。冗談だって。真に受けないでよ。私は別の仕事があるから他のところも回っておいでよ。からくり工房はいつでもあんたたちを歓迎する。もちろん買い物してってくれるなら大歓迎だ。ジェパードが言ってた劣化に汚染された路地ってあそこのこと？こんなに町の中心に近い場所にあるなんて。このまま放っておけば近くの店やホテルはすぐに営業できなくなるんじゃないか。下がれ。これは最終警告だ。しかし私の資産証明書が全部中に。まだ何も。劣界が町を侵食している。建装者に物資奪還を申請しろ。ここはシルバーメイン以外立ち入り禁止だ。劣界の侵食が町中まで広がってるなんて、あの路地通りで兵士だらけなわけだ。不可能だろう。性格が活性化している限り侵食は拡大する一方だ。兵士でも一時的に劣界のモンスターを排除することはできるが、モンスターは絶えず増殖し続ける。おじさん、残念ですが諦めてください。外縁通路は今非常に危険な状態なんです。これもあなたの身の安全のためですから。資産証明書をなくしたら死んだも同然だろう。どけ、入らせてくれ。疲れた。早くふかふかのベッドで寝たいよ。うちらの開拓の旅って初日はいつも大変だよね。炭鉱もそう思わない？お前がはしゃぎすぎるからだ。へえ、綺麗なロビー。今夜はふかふかなベッドとポカポカの枕だ。後で枕投げしない？するでしょ？このホテルの枕ならきっと羽毛だと思うんだよね。美月、クリフォト城にいるとき。ストップ。言いたいことなら分かってるって。どうせ美月喋りすぎだとか、美月他人に俺たちの目的を明かしてどうするとかでしょ。はいはい、了解。だいたいあんたたち二人が回りくどい話ばっかりするからじゃない。でもほら、いい結果になったでしょ。貴賓扱いされてるし、超豪華なホテルに泊めてもらえるし、現地政府の支援まで受けてる。今回の開拓任務も順調に進むと思うんだ。いや、その話じゃなくて。じゃあ何？
クリフォト城にいた時、あの大守護者に何か感じなかったか？もちろん。うちだってあんたたちと冒険しながら鋭い観察力を磨いてきたんだから。おかしい？普通の女の人だったよ。最初はちょっと声をかけづらい人かと思ったけど、ちゃんと話してみたら優しかった。ただあの人の目、見透かす力があるというか、つまりうちらと話してても遠くにある何かを見てたような。ああ、俺も同感だ。あの部屋にいたのは俺たちだけじゃなかった気がする。何その言い方、急に怖くなってきた。ありえる。あんな大物なら部屋の中に十何人の護衛が隠れてたっておかしくないもんね。俺の考えすぎか。手を貸すという約束守ってくれるといいんだが。早く休もう。明日の話し合いのために気力を養っておけ。まだやりたいことがあるのか？明日は守護者との面会があるんだ。散策する時間はないぞ。長い一日だったよ。ゆっくりお風呂に浸かってぐっすり寝ようっと。しても口に出さないでよ。早く寝て体力を温存した方がいい。これからの数日間大変なことになりそうだからな。じゃあうちは部屋に戻るね。列車が消灯するのじゃ。誰？違う。一体何？何がしたいってわけ？この死にかけた世界を築き直す。そなたの願いを叶えよう。ねえ、聞こえた？外にシルバーメインが集まっている。好意的な感じはしないな。うちらの迎えにしては空気が重すぎじゃない？それは盲点だったわ。とりあえず会いに行ってみよう。ここで考えていても時間の無駄だ。下でブローニャ様が待っている。早く会いに行け。くれぐれも妙な真似はするなよ。うちら何か大きな事件に巻き込まれたわけじゃないよね。あれ？あんたは昨日クリフォド城にいた。私はブローニャランド、シルバーメインのリーダー代行だ。真に高貴な琥珀の王の名のもと、偉大なる守護者カカリアランドの命により反逆を目論む罪人を逮捕する。大守護者代理としてあなたたちの行動と発言の権利を一時的に剥奪する。裁判団があなたたちを裁くとき、弁明の機会が与えられる。以上。無駄な抵抗は諦めてついてきなさい。待ってよ。昨日の話と違うじゃん。今日の面談で重要な話をするって。
これは間違いなく計画的な裏切りだ。また囚人になるの？3つも星を渡ってると似たようなことが起きるんだね。それはお前がいつも急に熱くなって計画もなしに行動するからだろうちも成長したよ。今だって計画を考えてんの。計画そうだ、2人ともあそこの路地を見て。あそこは劣界の侵食によって封鎖されている。なるほど、確かに実現可能な計画だな。美月、逃げる準備だ。本当にいいの？適当に言っただけなんだけど。小市美央さん。列車組の合図だよ。1まで数えたらうちと一緒に走ってね。訓命無に。おい、何をブツブツ言っている。おとなしくついてこい。一位先進。では皆さん、お先。飛び込みました。自ら劣界へ飛び込むなんて自信過剰なのか、自滅の道を選んだのか。やはりお母様の判断は正しかった。失踪か死亡と報告しましょうか。いや、大守護者様は犯人を捕らえろと命じた。封鎖エリアに飛び込んだとしても追撃を止めるわけにはいかない。生きていようが死んでいようが、私がこの目で確かめる。承知いたしました。私が今できることはベロブルグを脅かす悪党の駆逐、それだけだ。やっぱりあいつら怖くて入ってこれないんだ。これで自由。ざまあみろ。うちらを捕まえるなんて100年早いんだよーた。成功っていうのはみんなリスクを背負う覚悟のある人だけがつかめるものなんだよ。シルバーメインは不意をつかれただけだ。すぐに追ってくるだろう。道に沿って進んで安全を確保してから次の計画を練るとしよう。一体どんな理由があってあの大守護者は考えを変えたわけ？急に捕まえに来たりして。人が寝てる間に奇襲なんて卑怯にも程があるっつうの。あの女からは不穏な気配を感じた。やはり俺の勘が正しかったということか。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。待って、シルバーメインだ。気づかれないように。他の方向から回ってきたんだろう。正面衝突は避けよう。他の道を探すんだ。
直接開けられないみたい。あの装置を見てなんか見覚えない？確かにセーバルの工房で見た気がする。急いで解除しよう。追っ手がすぐ後ろまで来てる。この門は何の装置もないね。あそこじゃない？モンスターが装置の近くをうろついている。先に倒さないと。本当に追ってきた。それどころか待ち伏せまで。甘く見られたものだ。劣界に侵食されていても、ここはベロブルグの一部、私たちの郷土。シルバーメインは誰よりもここに詳しいの。鬼ごっこは終わり。武器を下ろして私についてきなさい。しつこい。うちらが何の罪を犯したっての？こんなところまで追われる筋合いないって。私が受けた命令はあなたたちを逮捕すること。詳しい罪状と判決は裁判員たちから説明があるはずよ。昨日俺たちに会ったこと覚えてるか？あの時は貴賓としてカカリア殿に招待された身だった。それが一夜にしてこれほどの変化だ。俺たちも納得できない。昨晩守護者様はあなたたちを調査した。そして私を呼び出し、あなたたちが我々を欺いたのだと説明した。あなたたちの身分も目的も全てが偽りで、真の狙いはベロブルグにおける剣奏者の管理体制を破壊することだと。はあ、影ひなたのあるおばさん。大守護者様への侮辱はあなたたちの罪を重くするだけ。早く武器を下ろして降伏しなさい。言っても無駄だ、美月。これだけは覚えておけ。俺たちは絶対に捕まるわけにはいかない。逃げ道がないなら列車組の凄さを見せつけてやる。ブローニャ様。仕方ない。私自ら悪党どもに制裁を。あの子なかなかやるね。ねえタンコ、あんたのとっておきでも使ったら？その役はお前に譲る。つまんないの？降伏しなさい、侵入者。公正な判決をあなたたちに約束するから。この張り詰めた空気を破るつもりはなかったんですけど。何者？息が苦しい。この散歩、助けてくれた友を見捨てるなんてできません。義理はちゃんと通すのがこの散歩なんです。彼らは苦しんで犠牲になる。私の命令で死ぬのだ。
じゃあ下層部の民たちは？彼らは剣奏者の庇護を失ってしまう。きっと私は暴君とみなされるわ。わかった。落ち着きなさい。君のおもちゃにそんな破壊力があるわけないじゃない。じゃあなぜ目覚めないのです？普通に眠っているだけよ。寝言聞こえなかった？かわいそうに。きっと怖い夢でも見ているのね。ところで散歩、正直に言ってちょうだい。あの上層部の子をどうする気？どうって？他の人と同じく木を見て帰ってもらおうかと。どうして？私は騙されないからね、散歩公式。連れてくるつもりはなかったんです。ただ煙が濃くて僕も慌てていたのでついうっかり。何を考えているの？上層部のことは君と関係ないのよ。どうして自分から絡むのかしら？今でも十分目立つのに、そんなに遅延に狙われたいの？そんなこと言わずに、僕は友達を助けたまでです。この人たちにお世話になったので、その恩返しですよ。それに遅延も僕が連れ帰った人が遅延の力になれないとは限りません。だから勝手に歩き回ってもいいように放っておいたの？おっと、それは事故です。すぐ探しに行きます。あの子は早く見つけ出してちゃんと見張っておいた方がいいわ。下層部が封鎖されて十数年、子供たちは地上の人の顔を忘れつつあるというのに、シルバーメインの制服を着た人間が急に現れたら、遅延がこのことを知ったら、あの子や君に対して一体どう出るのでしょうね。わかりましたよ。今探しに行きますから。僕の客人はお任せします。やっと起きたのね、寝ぼすけさん。体は大丈夫？どこか痛いところは？ええ、ずっと性格やら願望やら叫んでたわ。わけのわからないことばっかり。さあ、目が覚めたのなら早く起きなさい。私はナターシャ、地下で医者をやっているの。君はうちの診療所で丸1日も眠っていたのよ。こんにちは。礼儀正しいのね。散歩は自分のミスをフォローしに行ったわ。彼の代わりに君の面倒を見る約束だったけど、その様子じゃ体は平気そうね。もう大丈夫なら他の患者の看病に行くけど。散歩からは気絶したとしか聞いてないわ。多分また彼の小道具か何かのせいでしょ。診察結果を見ると特に異常なしってところかしら。散歩から聞いたわ。心配しないで。シルバーメインは地下には降りてこないから。地上と地下が隔離されてからもう随分経つの。地下が最も混乱していた時もシルバーメインは見て見ぬふりをした。でも剣奏者が下層部を封鎖した理由は誰もわからないし、急に封鎖が解除される可能性もなくはない。本当にそうなったら君たちは遅延の夢を叶えても同然よ。あ、それならいいわ。正直
君たちは気絶してただけで、私は何の処置もしていないから。でも散歩にはちょっと大げさに言ってるの。私にいろいろ借りがあるから、この木に薬を持ってきてもらおうと思ってね。とっくに起きてるわ。黒い髪の男の人は最初に起きてきたんだけど、散歩が連れ出したの。もう一人のじゃじゃ馬娘も起きてすぐに出かけたわ。今頃近くを歩いてると思うわよ。そしてシルバーメインの格好をした子は、よく見張っておけって散歩に注意したんだけど、彼が出かけた隙にいなくなったわ。さあね、ミステリアスな人って感じかしら。売人と自分で言ってるけど、地下に売りがいのあるものなんてないでしょ。でもつてが多いのは確かよ。急ぎで必要な薬品を取ってきてもらったり、遅延のためにも働いていたりする。少なくとも悪意はないみたいね。地下の民間の組織よ。地下のシルバーメインと思えば分かりやすいかもしれないわ。ただ人情味が増してるけれど。お礼なんていらないわ。治療は医者の使命だから。ナノやタンコーと合流しないと。どこから探せばいいかな。約束だよ。かくれんぼに勝ったらお姉ちゃんに秘密を一部始終を教えてね。一部始終？どういう意味？全部初めから終わりまで騙したりしないで話すって意味だよ。私は上層部の人間と違って嘘をつかないからね。嘘をつかないからね。よし決まり。じゃあ始めよ。あれ、あんたいつから来てたの？ああ、別にうちがかくれんぼしたいわけじゃなくてね。実はうちが目を覚ましたらお医者さんから炭鉱があの散歩っていう悪者に連れてかれたって聞いて探しに来たんだけど、ちょうどこの子たちに居場所を知ってるって言われて、知りたいならモグラ島に入れとか。だからモグラ島に入るためにゲームに勝って実力を証明しなくちゃいけなくて。これでわかる？優しい。ちょっといつまでこっそり話してるんだよ。モグラ島の時間は貴重だっていうのに。貴重だっていうのに。はいはい、行きます。この人もモグラ島に加入したいのですが、一緒に遊んでもいいでしょうか、ドスクロのフック様。いいよ。いけないこともないし。じゃあ鬼をやって。親分、こいつら頭悪そうだし先に練習しませんか？ジュリアンの言う通りだ。じゃあ先に練習する？私が隠れるからお前ら二人で探して。子供に舐められた。覚悟してなさい。ルールは簡単。隠れている子供を見かけたら捕まえればいいの。採掘チームが人を募集してるって。
だね。練習。本番になったら絶対容赦しないから上等。じゃあ始めるよ。50まで数えてから目を開けて。絶対ズルをしちゃダメ。47、48、49、50。へへ、もういいかな。お姉ちゃんが悪い子を捕まえに行くよ。モグラ島の連勝記録を破らせない。見せつけてやる。地下最強のかくれんぼチームの力を。逃げないで。捕まえたよ、フックちゃん。くそー、モグラ島の親分の私が悪党どもに捕まるなんて。殴るなり懲らしめるなり勝手にしろ。急に一人芝居を始めちゃったよ。捕まえた。私を本当に捕まえたいなら質問に答えて。何してるの？捕まえたらそれで終わりだよ。本当に質問に答える気？ああ、引っかかったと思ったのに。なんか違うと思うんだよね。あそこのあいつずっとうちらを睨んでない？フックちゃんたちと遊んでる最中だけど確認しておこう。うちの勘が教えてる。この人絶対おかしいって。でも嘘つけ。こんなに年を取った8歳なんてどこにいる？もういいでしょ。声でバレてるよ。ちくしょう、話しかけたのがダメだったか。百面相のジュリアンとも呼ばれる僕が。親分に申し訳ない。いや、あんたの変装ってほぼマジックだったよ。ごめんなさい、フックの親分。僕負けちゃった。くそー、ジュリアンの変装を見破るなんてどこの誰なんだ。肘長目短大新章の人といえばうちのことだよ。熟語ぐらい当たり前でしょ。どう？ドスクロのフック様、もう秘密を教えてもらえる？モグラ島の親分たるもの、言ったことは必ずやる。黒い髪のお兄ちゃんと青い髪のおじちゃんはファイトクラブに行ったよ。ファイトクラブ？ファイトクラブの話に触れないこと？何の内緒話？あ、ドスクロのフック様、ファイトクラブまで案内してもらってもいいかな。あんなに目立つ建物もわからないのか？大人って頼りないな。私についてきて案内するよ。サンキュー、フック様。適当に呼ぶな。ちゃんとドスクロのフック様って呼んで。ファイト、チカはこんな乱暴なイベントが好きなんだ。うん、面白いよ。フックちゃんも参加したことあるの？そのクラブヤバすぎでしょ。みんなあそこで遊ぶけど。ダメだ、うちの正義感がサイレンを鳴らそうとする。つい
私はボクシングに行くから中には自分で行って。ここって一体誰の縄張り？子供の出入りまで許可するなんて。ここはモグラ島の縄張り。でも子供向けで大人たちは遅延が管理してる。地下は全部モグラ島の縄張りだ。あそこで試合相手を探してるみたい。お前たちも参加したいなら私のとこまで来て。おいそこのチケッ兄弟&姉妹たち、次の試合は本日の最大イベントだ。これまでにない刺激、驚きに満ちた対決。渋い顔と抜群の実力を持ったスーパールーキー、その名は冷徹な宗龍。青髪のイケメンからの推薦だ。そして彼の相手は感情のない可燃爆発物のロボット正体、スバラオグさんに参加を。他にロボット正体との戦いを希望する奴がいなかったから、このバトルは冷徹な宗龍が一人で応戦することになったぜ。彼本人はどうでもいいなんて豪語しているが。では第1758回剣王大会準決勝始め。早く助けに行かなきゃ。おや、これは想定外の事態が発生したぞ。2名の観客がリングに乱入。冷徹な宗龍とチームを組みたいのか。やっと起きたのか。起きてすぐにタンクを探してたんだ。ほら、あんたが危ない時に駆けつけたでしょ。お礼なんていらないからね。彼らの熱意が伝わってきたぜ。このスポーツへのまばゆい情熱だ。しかし改めて注意させてもらうが、ファイトはプロ向けで非常に危険だ。だが宗龍選手は試合を続けてもいいと合図をくれたぜ。もう待ちきれないようだ。いいぞ、彼らの拳とロボットの鉄の皮、どっちが硬いか、いざ勝負。お前らが来なくても一人で解決できる。ほんと口下手なんだから。ナイス。勝者は冷徹な宗龍。そして飛び入り参加した2名の観客。観客、うちらにもかっこいいあだ名をつけてよ。あ、そう、諦めた。確かにセンス悪すぎ。あ、見て、散歩だ。オウズ、まだ遠くには行ってないはず。周囲を探してみよう。あ、どうも、あなたたちだったんですね。尾行されてる気がしたので追いはぎかと思って足を速めたのですが、知っていたら大歓迎でしたよ。でたらめ言わないで。不安だったから逃げただけでしょ。僕がそんなバカな。我が人生に恥じることなどありません。まさか知らないうちに何か失礼な行為でもしましたか。いやいや、逆にもし僕が逃げていなかったらジェパードに仲間と思われ逮捕されて、今は牢屋の中でしょう。僕はずっと影からあなたたちを見守ってたんですよ。シルバーメインの監視から人を救うのは大変なんですから。ここに連れてきたのは
どうしようもなかったからです。地上は危険すぎますから。僕たちは全員お尋ね者なんですよ。地下はどこも劣っていますが、その代わりシルバーメインは追ってこない。絶対に安全だとも言えるでしょう。だとしても気絶させる必要はないだろう。あの時は危険な状況だったので、持っていたものを投げてしまいました。何かを隠すためじゃないのか。俺たちのような人間に知らせたくない秘密とか。タンコ、秘密って？詳しい内容は知らないが、きっと何かを隠しているのは間違いない。いいでしょう。無料で手をお貸しいたしますので、言いふらさないでくださいね。誠意を持って皆さんを遅延のところまで案内します。地下のすべては彼らに聞くのが一番早いですから。ニーズがあるからでしょうか。こちらのお兄さんから聞きました。性格とやらを探してるとか。聞くだけですごそうですが、遅延ならきっと手がかりを持ってるはずです。ファイトクラブで優勝すれば手がかりを入手できると言っただろう。あ、そうですよ。優勝すると名を広められる。名を広めれば遅延に会える。この流れで問題ありません。もちろんただではありません。しかし理由がないなら探せばいい。皆さんの腕前ならチップはいくらでもありますよ。正直に言ってこの世界で生きる術を一言でまとめると、ニーズを探すことです。ニーズが分かれば方法を考え出せる。十数年も封鎖された地下で座して死を待ちたくない者がいるのも当然でしょ。僕が言うならバカ、一本気、クソ真面目です。でも僕の考えは重要じゃありません。地下の秩序を保つために自発的に組織された行動派です。シルバーメインが離れてから地下の秩序は遅延が維持しています。でもなめないでくださいね。達人は野にありという言葉を聞いたことはありますか？遅延にはすごい人が集まっているんです。見ればわかるはずですよ。ご安心を。この散歩、助けてくれた友を見捨てるなんてできません。で、その遅延という組織の仕事は？何でもやってます。秩序を維持し、資源を集めて物資を配るとか。物資といえば僕のビビたるメンツもここから来ています。あれ、ジョシュアがここにいないなんて。あの光る鉱石は？ああ、あれは地髄。エネルギーを提供できる鉱石です。地上と地下が封鎖された今、地髄の輸送ルートのみが動いています。地下が鉱石を送れば地上が物資を下ろしてくれるんです。下層部の住民の大半は鉱夫で、地髄を採掘して生計を立てています。地髄がなくなるとこの世界の人間は凍え死ぬでしょう。ここにはいないみたいです。さあ、行きますよ。28。オレグもいないようですね。皆さんどこに行ったんでしょう。まさかまたうちらを騙そうとしてるんじゃないよね。そんな、まさか。安心してくださいって。すぐに見つかります。
あそこの大きい建物は何？あれは炉心ですよ。上下をつなぐ柱でもあります。昔はあの柱を通して上下を行ったり来たりしていました。それで長い話になります。とにかく今の上層部と下層部は連絡を絶っている状態です。お前以外はな。お兄さん、その話はもうやめるって約束したじゃないですか。お家に帰りたい。普段はこの時間になるとゼーレが見張りをしてるはずですが、遅延の連中は一体何をしているんでしょうか。僕を避けてる？ほら、あれを見て。どうやら揉めてるみたい。皆さんじっと見てるだけのつもりですか？このことが明るみになったら困るのですが。そう言われると困るところを見てみたいかも。注目されるのは困るが、あの娘を放っておくわけにもいかない。そう炭鉱さんのおっしゃる通りです。助けに行こう。調子に乗りやがって、こっちも手加減しねえぞ。よくも暴れてくれたわね。手合わせしようじゃない。やべ、つらかるぞ。ヘタレどもが。ゼーレさん、いいところに来てくれました。感謝してもしきれません。あの流浪者たち、遅延の縄張りで暴れるなんて。黙りなさいサンポ。スバローグの脅威はゆっくりと解決すればいいわ。今は遅延のことの方が優先よ。下層部に降りてきたシルバーメインがいると聞いたけど、あんたね。あなたたち、私をここに連れてきて何を企んでるの？何を企んでるの？だって自分がまだ上のお嬢様だとでも思ってるのかしら。地上での暮らしは心地いいでしょ。地下がどんな風になったのか知ってる？地下の人間がどうなったのか考えたことはある？シルバーメインだって心地よく地上で暮らしてるわけじゃない。ずっと敵と戦ってモンスターからベロブルグを守っている。地上と地下のみんなを守っている。うまいことを言うのね。地下の何を守ったの？シルバーメインを引き上げさせ通路を封鎖したのはどうせ剣奏者を守るためだけでしょ。守護者様にはご自身のお考えが。とにかくついてきてもらうわ。ボスがあんたたちに会いたがってる。聞きたいことがあるらしいの。奇遇ですね、ゼーレさん。僕たちもちょうどボスに会いたくて。同行してもよろしいでしょうか？誰があんたなんかと。こいつらは？名前だけ教えてどうすんのよ。ここの方々はボスの役に立つ人材で、ちょうどこれから連れて行こうと。ここに来たのは性格というものを探すためだよ。あれが厄災をもたらした元凶で、探し出せばきっと。お姉さん、それは誰にでも言っていいことじゃありません。ゼーレさんは何も知らないからボスに聞きましょう。確かに知らないわね。それにあんたたちの伝言を受けるつもりもない。
遅延が大航区のあたりで厄介ごとに遭遇したの。ボスは今その件を処理してる。本当に会いたいなら航区の入り口で私を探すといいわ。じゃあね。